敵アドタジュンです。今回は今月セファリー vs エンパイアラバーズというわけでね。多分韓国のクランだったと思うんだけど、違うかなわかんないや。はい。というわけでね、早速やっていきたいと思います。はい、というわけで早速やっていきましょう。先行クイーンウォーカーズというわけでね。相変わらず先行が続く形なんですけど。さあ、今回は星3からのスタートということで、レジェンド陣なので、レジェンド編成で、いつも攻めてるようにって形でしょうか。さあ、バルーン出しつつ、ラバハウンド角度変えて、これで突撃艦を持っていくと。さあ、この突撃艦が通るのかどうかっていうところなんですが、エアスイーパーワンプッシュ、フリーズもかけつつ、どうだ届いていく。いいインビジブル。ギリギリのキワキワ、届いたことを確認して、クロスボウだったり、ダイクを落としてからのこのタウンホールジェン。強。さあ、トルネード出たんですが、これはシングルまで降りきれる。そうなるとむしろトルネ出たの美味しいね。いや、うま。これは突ウィズの精度出ちゃったな。違い見せ散らかしてんな、これは。これもう通った時点でもう勝ち確レベルのね、素晴らしい精度でしたね。まずあそこに落とさなきゃいけないんだけど、それだけでも結構ね、難しいというか、かなりピンポイントでやっていかなきゃいけないところだったんですけど、素晴らしいですね。そしてそこからのインビジブル連打。さあ、アイスゴーレムだったんですが、中に防衛施設がなくなってしまったので、スライドで外に行ってしまいました。ちょっと早く出せばって感じだったかな。さあ、2層目ウォールブレーカークイーン短期で進めつつ、キングはキングで左サイド、6時の方からイーグル砲の方へ走っています。アイゴレが本当はここで入ればよかったんですけど、その分のフリーズを自前で打っていきつつ、ロイヤルチャンピオン。これはマルチに向かってほしいような感じかな。3時からの同時並行でラバルを進めることで、ロイヤルチャンピオンにはマルチ IT だったり、内側の方をね、走ってほしいような形で進んでいくと。さあ、ストライカーも添えることで、これは、いいタイミングでアイゴレ入ったな、これ。ストライカーも添えて、キングをボコボコにしていきつつ、クイーンの方はクロークでロイヤルチャンピオンをおびき出してからのインビジブル処理と。で、ここの一機のトームで、バルーン守っていきつつ、いいっすね。トーム中の無敵のバルーンが投石真上に入りつつ、裏から回収バルーンが巻き込まれていって、圧倒的全開初手から。いや、もうこれはね、最初の突ウィズが上手すぎたね。そもそもの突撃艦をあそこに落っことしたことと、そこからのね、インビジブルの精度ですよ。これができると、圧倒的全開につながると。強気だよね。エアスイワンプッシュがね、結構怖いところなんですけど、そこがね、押されてもいけるという判断。ギリギリでしたね。さあ、続けて対戦相手なんですけど、こちら多分日本の人なんですよね。日本のラビさんかな多分。さあ、純正ラバルですね。さあ、バルーンを2箇所アーチャータワーに当てつつ、両サイドカットしていって、突撃艦をタウンホールの方へ向けて投げていきます。この前ね、イベントでもうね、僕の配置をね、ラビさんが前回取ってたんですけど、似たような形で攻めてましたね。さあ、12時の方にアーチャー釣りつつ、援軍は全て釣れなかったですね。ちょっとだけ釣れてったような形で、12時の方にまとめつつ、ここはクイーンで処理をしていきます。もし日本の人が所属してるってなると、それこそ、どういうあれなんだろうね。どういうチームなんだろうね。さあ、アイスゴレムとキングの方でロイヤルチャンピオン入れつつ、マルチロイちゃんを狙うようなキング使いつつ、ここでラバが釣れます。クイーン短期でやるにはちょっと重い施設のところなんですけど、ここにはロイヤルチャンピオンを追加するところで、そうですね、クイーン短期では全然届かないと思うので、ロイヤルチャンピオンのサポートもありつつ、これキングがラバハウンド離さないのダメですね。早く離してほしいですね。さあ、リクスケの方にクイーンは捕まって、ロイヤルチャンピオンは戻ってったんですけど、結局インビジブルも1枚あるんでね、どんなに捕まってもそこは突破できると。さあ、ここで突破していきつつ、イーグル砲の方からバルーン進めつつ、オイラバストライカーをして、ここでトームをかけていく。さあ、ラバハウンドに乗って、ね、トームに乗って走っていくわけなんですが、まだヒーロー処理ね、残ってるので、ここにスケルトンからのストライカー。さあ、バルーンはこれで全て出し切っていきました。
さあ、フリーズスケルトンからのストライカーが合流して、クイーンの方はやられてしまう。ロケバルが走ってくるマルチ IT へ。さあ、うおー。さあ、ここにレイジが置けるのが強いですね。これが純正ラバルの呪文の潤沢さってところなんですけど。さあ、トルネード回ってくんですけど、そんなに横打ちの施設が足りない。バルーンの数が多いですね。さあ、対空砲もね、ここフリーで撃てる時間帯なんですけど、バルーンの数が多すぎて全て落とすには足りない。さあ、時間的にも残り30秒ぐらいあるので間に合っていきそうかな、これは。さあ、最終区画削っていきまして、20秒ぐらい余っての全開と。ガーサス。まあ普段突イズでやってる人だと思うんですけど、僕の配置攻めてきた時もそうでね、タウントッツのスニゴブ型から援軍つって、まあ、形作っていくみたいなのが共通してましたね。まあ純正系で突撃艦使うのがね、やっぱね、援軍をまず釣っていくっていうのがね、大事なことなので、そうするとヒーローパートがね、スムーズにできるんですけど、さあ、この突撃艦めちゃくちゃわかるね。クランジョがね、このタウンホールにかかってないんで、タウンホールに兵器で取るの結構やり得みたいなところもある。個人的にはね、バスターと突撃艦どっちがいいかなとかもちょっと考えつつ、まあ、対地クロスもかかってるっていうのもあって、まあ、どっちにしろ両方届くと思うんですけど、まあ、別にダケリタンクとかね、わざわざ壊しに行くような必要もないからね。まあ、今回は突撃艦を選択、援軍も釣らないところでやっていきました。さあ、おでんでまずは6時、おでひ繰り出してるんですけど、対空まで行って戻ってくる形になるかな。さあ、その分、対地クロスの攻撃は受けてしまうんですけど、あ、そっちなのか。逆サイのベビーは普通にリクスケ処理みたいなイメージだったのかね。さあ、キングを外周部で拾いつつ、ここから本体パートスタートしていきます。さあ、アイスゴーレムでしっかり内側でね、ウォーデンズのタゲを取ってもらってからのキング外周流して、ちょっとフリーズが被ってますね。フリーズ一発ね、対地クロスとイーグルかけに行ったんですけど、対地クロスへのフリーズをミスってしまう。ちょっと痛い。が、オーデンの HP は、でもここいい感じに打てそう。いいトームだ。さあ、ライフオーラがね、いいタイミングでね、全ユニットにかかりつつ、中心通っていきます。さあ、ロイヤルチャンピオンもちょっとこれ早かったかな。スケルトンからのロイちゃんで、8時、7時ぐらいですね。スケルトンでタゲ取りたかったんですけど、ロイちゃんに攻撃が向いちゃいましたね。高速で出しすぎたね。これあるある。同タイミングで出しちゃうと、スケルトンのね、着地より早くロイヤルチャンピオンがたどり着いてしまったので、タゲ受けてしまいましたが、これは圧倒的ですね。タウンホールがもうすでに落ちてるので、中心ぶち抜いたスーパーボーラーが、えげつない。全体残ってるレベルで生き残っていきつつ、ロイヤルチャンピオンの方レイジかけることで、これはね、ロイちゃん能力使ってしまったことのリカバリーをしつつ、クイーンもクロック。スーパーボーラー、めっちゃ生き残ってんね。ツインよ。まあ、個人的にね、攻撃で見てて気持ちいいなっていうのが、味方のスーパーボーラーのね、思いっきりボコスコ投げてる時のチェインがね、気持ちいい。チェイン、バウンドダメージがボコボコ入るスーパーボーラー。味方のね、これ大事。味方のスーパーボーラーの攻撃がね、クラクラやってる中でも、1、2を争うレベルで気持ちいい攻めの瞬間な気がしますけどね。皆さん気持ちいい瞬間何ですか？クラクラやってて。個人的には、味方のスーパーボーラーのバウンドダメージだったり、味方のライドラッシュのチェインとかね。めちゃめちゃ気持ちいいよね。味方のライドラがめちゃくちゃ強かった時超気持ちいいよね。バックワードとカーン入って。気持ちいいってなるんだけど。さあ、対戦相手ドラドラです。これは花火ではなくあれかな。クローン1のあれ5なんで、レジェンド編成なんで、レジェンド編成の突ビズとスーパーアーチャーが両方入ってる形になりそうかな、これは。さあ、ドラにもレイジを打ちつつ、ここで一気のトーム。これでシングル、タウンホール両方打ち抜いてくるような形になると思うんですが、結構遠目に置きましたね。さあ、ゴブリンでまずは罠回収しつつ、ここでクローンをかけて、シングル IT 飛ばしていく。さあ、どうだこれは。タウンホールの方までは落ちそうですが、インビジブルかかってるユニットが結構ばらけて、範囲も広かったので、そんなにですね、クロス残んのは激強。
内側の両クロス両方取れないとかなり、なんか微妙なバリューな気がする、これは。さあ、3時にロイヤルチャンピオン能力残してるところじゃんか。あ、もう使い切った状態でね、来てるのって、このリクスケはえぐい。さあ、これは結構きつそうじゃないか。さあ、対地クロスがやっぱこれスーパーアーチャーとかでね、打ち抜かれなく残ったのがめちゃくちゃ強いな。ただちょっとそのオールのチェーン強い。オールのチェーンがちょっとだけ強いけど、これはクロークが出ますね。フリーズは使わないんだ、ここ。フリーズはここではまだ使わず残していってクロークを先に使う判断。そうなるとまあどっちにしろだね。どっちにしろこれは前回までは伸びないでしょう。フリーズ使ってドラゴンも一応残しに来ましたが、そうなると残り何%まで伸ばせるかみたいなところになってきますね。いや、でかいな。ただここは迫撃砲すら痛くなってくる時間。痛い。痛い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 。迫撃砲すら痛い。さあ、金山壊して、ここで終了と。ナイス。86%。さあ、カードンくん。インドラスケルトン。さあ、これはバーバリアンチェックしていきつつ、大砲切っていき、シューターをポンと投げていく。さあ、逆サイド6時の方もバーバリアン出していきつつ、クエイクでタウンホール起動していくような流れですね。今回、結構ね、カズマくんもね、このスタイルの攻めはやってくんですけど、シングル IT が2本あるってところで今回、インドラの採用ですね。インドラ10体とライダー3体、10体も積めるんだね。これそうだよね。クイック積まなくても普通に多分起動できるところではあるんですけど、まあ、時間とかそういうのも加味してクイックを今回は持ってきたっていう感じかな。2時3時とかその辺で面取りそうですかね。さあ、この後タウンホールの方にシューターは殴り込みに行きまして、クエイクまで揺らしていくとなんか勝手にもうなんかすげえダメージ入ってない連鎖で入ってたダメージ量がえぐいな。クエイクも一応撃ったんですけど、タウンホールの削り具合がすごいね。さあ、12時からヒーローパートスタートしていきつつ、タウンホールは勝手に落ちていきました。さあ、インドラタイムスタート。レイジ積むんだね。なかなか珍しい。インドラスケルトンでレイジ入ってることってほぼないけど、初手レイジでバルーンをドッカンと奥まで伸ばしていくようなイメージ。さあ、フリーズをかけて、フリーズ中にイーグルを飛ばしつつ、ここでヒールを使うことで、本体インドラパートが回復されていくと。そして、スケルトンを置きつつ、キングが捕まってたので、シングル IT にスケルトン。これはただクイーンで防衛エングが釣れてしまいましたかね。ポイズンは、もう撃っちゃってたのか。持ってきてはいるけど、もう撃ってたっぽい。さあ、シューターから出てきたスーパードラゴンも6時側を回収してくれつつ、ただこれ圧倒的数だな。さあ、フリーズで守って対空砲を降りに行くんですが、数がすごいな、これは。インドラとライダーの両方の数が十分足りてクイーンもクローク使いまして終了と。うまい。圧倒的物量。インドラ強いね。インドラも気持ちいいよね。味方のインドラのビームが最大まで行った時めっちゃ気持ちよくない？味方のね。あ、気持ちいいな。インドラマックスまで行ったのも気持ちいいね。ありあり。インドラマックスは気持ちいい。さあ、一気に6時から迫撃砲でバルーンを潰していきつつ、9時の角テスラしっかりアーチャーでチェックして回収入れてます。これ6時のシューターめっちゃ伸びそうですね、こうなると。さあ、もう手元にバルーンが1体もいないというところでね、ホーミングチェック用のバルーンが投げれなくなってしまったんですが、結構バルーン咲いたけど、そのリターンは得られそうですね。このシューターめちゃくちゃ強そう。この後めっちゃ強いな。マルチイーグル、オーデン像とかあの辺吹っ飛びますね。さあ、これおでんはタウンホールまで見てんのか、さては。タウンまで見てんなら、クエイクとか本当は持ってきた方がいい気がするんですけどね。大工4個もかかるしね。ここで大工、
なるほど。行くんですね。タウンまで行っちゃうんだ。結局フリーズかける羽目になるならば、ダメージ量の高いクエイクを打って、そっちの方が結局時短にもなるからね。回復量はこれレイジだけで足りるから、ダメージは関係なくて、速度とね、問題ならば、クエイクを本当は持ってきた方が良かったです。さあ、シューターがただ6時強いな、これ。さあ、真ん中ジャンプイン、なるほど。うわー、そのウォールブレーカーうまい。この前マスクがやってたね、このジャンプからのウォールブレーカーの誘導うまいな、これ強っ。これ強いな。で、トムっちゃう、ここ。まだ貯めて、ここでうわ、ついよ、これ。これめちゃくちゃ強いな。超強い。これは超強い。さあ、中心はスーパーボーラーが完全に貫通しつつ、シューターの方も、とんでもない仕事量こなしましたね、この人。特大な仕事かましましたね。MVP 級の働きを見せつつ、スーパーボーラーも全部生き残りつつ、最後クイーンも拾ってって、まだ呪文が、レイジとフリーズ2枚ずつあって、クロークまで残ってる。これうまいな。これめちゃくちゃ強いな。圧倒的ですね。いや、これ強いな。これは強い。これは強いな。さあ、クラス。スケルトンインビジブルコモリっていうところで。いや、なるほどね。今の強いな。今のは強い。敵のスーパーボーラーでも強く見えましたね。強いかどうか敵でも関係ないんだけど。さあ、これは真ん中マルチとクランジを潰していくようなスケルトンインビジブルから入ります。大丈夫そうだね。しっかり決まっていって。さあ、キング、チェックからの、うまい、その誘導。さあ、ノーカット。キングを誘導、決めていきつつ、ウォールブレーカー2層目。これで、クイーン投石まで狙ってそうですね。さあ、クイーンの方にキングが走っていきますが、巨爆があったので、これ、投石までいけるかどうだ？ちょっと足りない気もする。どうだ？ちょっと足りない。さあ、ロイヤルチャンピオン、ブーメラン使いの。おっと、これはナイスインビジブルでナイス。ちょっとロイちゃんの方捕まりかけたんですけど、インビジブル飛ばしていくことでしっかり成功。さあ、スーパーバーバリアンでサイドカットもしつつ、これは穴開けでタウンホールの方を狙っていく形になっていきます。さあ、アイスゴレム。さあ、これはいいタイミングでのアイゴレなので、いい衰弱入った。フリーズも入りそう。さあ、フリーズも綺麗に入りまして、クイーン、クロークをタウンホールにしっかり合わせることができました。素晴らしい。大丈夫ですね。さあ、ここから、ラバボマースタート。ラバボマーを9時からスタートしていき、そうするとエアスイがもうなくなっているし、中心部はね、スケルトンインビジブルでね、マルチ IT を落とせてるというところで、さあ、一気の12時側からのラバストライカートームでロイヤルチャンピオンの方に突き刺していって、薬剤の投石はもう折れてますからね、キングで。いや、これ強いな。さあ、シングルフリーズかけていくか、これは。下側は止めていく。ボマーから出てきたね、バルーンライダーの方にしっかり呪文合わせていって、上側の方も、マルチイーグルはイーグルの範囲内に入り込んでるので、ダメージ受けずと。さあ、ヘイスト2発あって、これもいい全開ですね。止まらないクイーンウォーカーズ、うまい。さあ、ラストヘイストかけて終了と。さあ、真ん中マルチだったんですね。結構珍しいタイプ。真ん中に違う、真ん中トルネね。真ん中トルネ結構珍しいですね。真ん中トルネってなると、なおさら最初のスケルトンインビジブルで真ん中のマルチ壊されたの非常に痛かったですね。素晴らしい。罠も解除するという。さあ、サーフラズさん、ライドラッシュ。なかなか、スケルトンがね、
強かったね。スケルトンインビジブルでトルネ解除ね。実質トルネ解除したようなもんだからね。さあ、上側をスニゴブで切りつつ、ここからライドラスタート。一応チェインも入る区画だったんだけど、外周部に広がらないようにという意味でスニゴブで切ってったんですね。さあ、トルネが今回もちょっとこれも結構端にある攻めたトルネードで出だしのライドラ止まりましたが、イーグル砲が初手で折れてるのでまとまったライドラにハイダメージは入らなかったですね。さあ、二手に分かれてライドラが進んでるんですけど、これ強いな。さあ、ここからの突撃感、フリーズもかけていきつつ、さあ、援軍ラバが出てきたな。ちょっと朗報。朗報なんだがタウンホールまで固めていきつつ、罠はさすがにここは届かないな。トルネ出てるしな。さあ、レイジかけていきまして、タウンまで届き、うわー、そのシングル俺、それクロス、このバルーン強すぎ。このバルーン強すぎ。犯罪バルーンすぎる。さあ、タウン突に投げたバルーンが、トルネとかないとやっぱこうやって爆伸びするね。強すぎ。これなんと、えげつないライドラ残りつつ、ロイヤルチャンピオン使ってないし、時間やば。これロイちゃん使ったら最速タイム、記録更新で来たレベルなんじゃない？はいや。いや、強すぎだろ。さあ、とはいえね、一歩守れているので、こっちは、前回を取れば勝ち確定とやっていきましょう。ラストアタッククイーンウォーカーズ。クイヒラバルですね。さあ、スニゴムでチェックしてテスラ。はい、テスラミッケーと大きな声で2回ほど行った後、キングを出していきます。さあ、クイーンをね、サイドカットで入れていくことで、このままキングにはイーグル砲の方に向かっていってもらいます。ちょっとこのリックスケルトンに反応して帰ってくるのがやめてほしいなと思ったところなんですけど、問題なく。これどうやってユニコーンからターゲったんだこのアーチャータワー。すごいな。アーチャータワークイーンじゃなくてユニコーンから撃ってたあいつ。さあちょっとね、気持ちが左側に行き過ぎましたね。このウッドランチャー。だいぶ左に寄せたウッドランチャー投げてしまって、と思ったんですけど。まあ。ちょっとだけ左にね、ダイクも巻き込む角度でやろうと思ったんですけど、気持ちが左に入りすぎましたね。どうせこのマルチ潰せるのが目標なんで、いいかなっていうところもやりつつ、さあこのタイミングでストライカー投入します。さあ EAT がマルチ IT に向かったところ、ここストライカーで相手のロイヤルチャンピオン巻き込んで、いいタイミング。ロイヤルチャンピオンしっかりストライカーで落としきっていい追加でしたね。その隙にクジ側をジャイビズでカットしてます。これでね、気持ち内側走ってほしかったのと、内側走った時に対空砲横を打ちされないようにっていう意味もあったんですけど、ちょっとヒーラー一体やられちゃいましたね。さあ、フォーミングチェック、奥までバルーン通しつつ、個人的にはもうここに赤爆固めとかあってもいいレベルだと思ってたんで、マジかないんだと思いつつ、ちょっとこのフリーズね、本当はストライカー巻き込みたかったんですけど、クイーンとの被弾のね、タイミングが良くなかったので、フリーズとポイズン両方打たされてしまいましたが、援軍はラバハンド、ちょっとめんどくさいね。とはいえね、火力のないところで当たるので、あとは時間だけというところなので、もう残り1分14秒というところで、逆サイドラバル始めていきます。まずはジャイロイちゃんしていきつつ、ラバルパート3時から、シングル IT のタゲがロイちゃん入らないようにもうスタートしていって、呪文も結構残ってるんでね、強気に進行していって OK かなというところで進めていきます。最初の IT がね、シングル IT っていうところで、ラバ出したところでね、シングルに焼かれ損なんで、まずは流していって、ここでフリーズ。この隙に、キングもボコしてもらいつつ、バルーンも進めていって、で、タウンホールの脇のね、防衛施設を削ってあげることで、ちょっと内側に進めていく。本当は空飛で撃とうと思ったんだけど、これ、タウンの方ラバルで落とした方が楽だなって方に切り替えます。残り時間もちょっと30秒と短いですね。さあ、レイジもね、呪文も残り札しっかり残して、ロイヤルチャンピオンブーメラン打ちつつ、インビジブルも打ってあげて、これでフィニッシュと。一応ね、タウンホールの方はクイーンでも打てるような形なので、合流する形でやってきましたが、はい。前回パーフェクト勝利と。完全タウンホール終点になってきましたね、最終的には。クイーンの方でもラバルの方でも両方でケアできる位置だったんで、クイーンを絶対に殺さないっていうところ、ヒーラーを絶対殺さないっていうのが一番大事だったので、結構念入りにね、赤爆固めでヒーラー溶かされるのがね、一番の負け筋なので、そこまでケアしてしっかりチェックしに行ったんですけど、特になく。ないならないでいいんでね。
赤バックないんだと思いつつ、割と起きやすい区画だったから、あるかなと結構思ったんですけどね、あのルートは。なかったです。その辺はでも結構チェックで、一応ね、パピーの処理した後のガーゴイル2体もその辺通るようにね、実は投げてましたね。赤バック解除してくれるから。さあ、最終アタックもライドニングドラゴン、ライドラヘッセイというところで、敵のライドラのチェインは別に気持ちよくないのでね、どんなチェインを見せてくれるのでしょうか。これかなり面広く取れたの強いな。初手トームでね、面広くこうやってね、チェイン入る区画2つ取れるとね、ライドラめっちゃ伸びるんですよね。うわ、ちょっと強いな。しかもウォーデンつかないと、チェインちゃんと入るんだよな。ウォーデンが先に倒しちゃうせいで、ライドラス、ちょっと4級すぎんぞの突撃か。ダメだろ、それ。いや、ホーミング。なんでないの。ずるいや、1個あるだけでだいぶ世界変わるぞ、それ。ヤンキー突すぎるだろ、それ。もうちょい、ライドラそっち行ってからとかにしてくれたらいいのに。通っちゃいましたね、ダウンフォールの方。さあ、キングの方はちょっと捕まってたんですけど、これは落としきれるかどうだ。ライドラの方も落ちた。シングルにクイーンが捕まっていくんですけど、さあ、残りフリーズ1枚とロイヤルチャンピオンというところ。さあ、残り防衛施設4個切ってるので、下に大砲あるわ。ライドラ落ちて。おい、これ、ロイヤルチャンピオンチャレンジしてね。さあ、ウォーデン落ちてって。何してんのこの人。いや、ナメプ来たな。言っとくけど、これ全然かっこよくないからな。こんな自利品のロイちゃん残し全然かっこよくないからな。めちゃくちゃダサいからな、これ。犬が吠えてる。さあ、シングル IT にフリーズかけていきつつ、さあ、大砲残ってるんですけど、これ当ててロイちゃん出したりしないのか。あくまでロイちゃん残しでの全開を目指していきたいというところで。全然かっこよくないよ、これ。さあ、ロイちゃん残しで全開を取られていった。はい、というわけで終わってみたら15対14というところでパーフェクト勝利ですね。結構取られましたね、14点というところで。まあ、いいんじゃないでしょうか。対戦相手もね、最後の最後にライドラッシュっていうちょっと順番的に珍しいんですけど、ライドラ2発がね、後々来て、時間で結構まくられてるので、ワンチャンパーフェクト取られてたら時間がやばかったですね。ライドラでね、すごいね、ロイヤルチャンピオン、一応2人ともロイちゃん残しでの全開なので、やっぱ持ってるスペックっていうか、ユニットとしてのパワーはやっぱライドラめちゃくちゃ強いですね。0.1 秒のね、差でだいぶ、なくても強かったんじゃないかっていう説はあるけど、あれだけでもだいぶ強くなってると思うし、僕もね、一時期、対戦でね、パーフェクト勝負で時間勝負みたいな時にね、ライドラ結構頻繁に使ってた時期がね、使わなきゃいけなかった時期があるので、使ってたんですけど、普通にやっぱ強いんですよね。ただね、今まで全然使われてなかったところをね、0.1 秒だけ上げるっていう調整を入れたら結構強いじゃん、ライドラってなって。あの時はスーパードラゴンがね、めちゃくちゃ強かったから日の目を浴びてなかったんですけど、これを見て運営がね、もう一回ライドラやっぱナーフしますみたいな、なかなかやりづらいと思うから、普段使われてなかったから調整入れたのに実は強かったってちょっとね、おかしな話だと思うので、しばらくはね、ライドラもね、防衛の面では視野に入れなきゃいけない時が来るのかなと思いつつ、はい。綺麗にパーフェクト勝ちできてよかったんじゃないでしょうかというわけで今回はこんな感じで終わると思います。チャンネル登録、開閉しかない。